実はね、僕メジャーデビューが1994年だったんですけどね、オアシスもね、94年デビューなんですね。だから一応同期なので、あのビッグマウスでいきますね。オアシスのすごいところってやっぱモチーフ力だと思うんですね。非常にシンプルなコードを5つしか使ってないのにもかかわらず、イギリス国民が熱狂するような名曲を作ってるんですね。そのリズムに乗っかってこの曲が歌えるようになると、ああ気持ちいいなってなると、超気持ちいいってなると思うので、そこまでなんとか頑張ってみていただければと思います。前回のビートルズの回をアップしてからね、ちょっとあれ長かったでしょ。なんで長かったかっていうと、ギターに挫折した人ってどこで挫折したか分かんない。もう本当にスタート直後に、挫折しちゃった人たちは本当にね、弦の数え方からフレットの見方から分かんないんでね、丁寧にやったんですけど、今回やりませんので、の意味がよく分かんないとか、そういうのがあったら、ビートルズ編の方をなるべく見てください。はい、ということで、はい、カクタスはこれ2フレット。1フレット、2フレットにつけてください。同じように2フレット。大体カクタスね、ここ2フレットにつけることが多いです。5つのコードを皆さん覚えていただきたいと思うんです。黒い丸さえしっかり押さえておけば、それ以外の白いところは、最悪押さえなくても、ね、大丈夫。でも、抑えられる余力があれば、あるいは余力が出てきたら、追加していってください。ね、サクサクいきます。E マイナー、G、D、A7、C。はい、この5つを覚えちゃってください。YouTube だからポーズできるでしょ。覚えるまで停止しといてください。はい、さあ、覚えました。ギターの何が難しいか、ストラミングっていうのが難しい。木切れに貼られたこの針金をですね、生き物みたいにこうね、ワンダーボールのストラミングはちょっとビギナーを悩ませてしまうと思います。なので、もちろん五線譜なんか使えませんので、安心してついてきてください。まあね、ジャジャジャンとジャンジャジャって、これ数で言うと、ジャジャジャ3つでしょ。で、こっちはジャンジャジャでしょ。ジャジャジャン、ジャンジャジャ。3つって覚えちゃうと、こういうことが起こるわけですよ。ジャガジャンジャンチャチャなはずなのに、ジャンチャカチャカチャンとか、ジャジャジャンジャジャジャンとか、つまり、リズムって3つだったらいいよってことじゃないわけですよね。このジャジャジャンには、ジャジャジャンにしか出せないニュアンスがあるんです。気があるわけですよ。ね、そして後者のジャンジャカも、このジャジャジャンにはない個性があるんですよ。日本人だったら義務教育でやってるはずなんですけど、ジャカジャン、このんの空振りがあって計4つなんですよ。ジャジャジャン、ここに空振りがいる。3じゃなくて4なんです。こいつがその前半のジャジャジャン。じゃあこの後半は同じ3に見えるけど、ジャンジャジャなんですよ。これも3じゃなくて4、ジャンジャジャなんですよ。こいつが空振りなんですよ。ジャジャジャンジャンジャジャっていうリズムをね、ロジカルに捉えられてないビギナーの方々は3です3ですと絶対やらないように。これは後々困っちゃうことになります。何も考えずにポロポロポロっと弾けるようになるとですね、いよいよワンダーウォールが近づいてきます。なるべくサラサラ弾いてください。どれぐらいサラサラ弾くかというと、アンティークショップでものすごくもうね、300年前の木の机を買いました。皆さんね、いくらわかんないですけど400万円ぐらいするやつを買ったとしましょうよ。とりあえずホコリだけ拭きたい。強く拭くと塗装が剥がれたり、もう木がボロ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 ってなっちゃったりするんで、もう本当にこう表面にちょっとこう堆積しているホコリだけをさらっと取りたいわけですね。で、このさらっと取るこの感じ、はい、さらっ、これでさっきのジャガジャン、そして後半がジャンジャジャ、前半後半
じゃかじゃんじゃんじゃじゃ、こういうことです。ビギナーでよくね、じゃかじゃんじゃんじゃじゃんって弾こうとしてこうなる人がいるんですよ。で、同じように聞こえるんだけどダメ。この空振りも音楽です、ね、必要な作業なので、しっかりとこれは空振る、これやることによって手がずっとこのリズムに乗っかってくるんですね。何のストレスもなくこれができるようになるまでちょっとしばらく頑張ってくださいね。必ず皆さんこのねストラミングのテクニックが宝になりますから。さあそれができたところで今度はアクセントってやつをつけていきますが、どこにつけるか1回しか言いませんのでね、前半と後半のこのそれぞれのこの難しいのこれ、一番最初のこのつまり最初ってことは振り下ろす時ですね。ここだけちょっとアクセントちょっと強め、じゃあ最初にこうサラサラっと弾いていく。ジャカジャンジャンジャカジャカジャン、ここでアクセント。右手のこのストラミングだけ完成させてください。コードを当ててきます。図の見方が分かんない人はビートルズ編をね見てください。はい、まず E マイナー、はい、ジャカジャンジャンジャジャン、これを一回弾きました。さあその次 G、ね、これも同じように、次が D、ね、これ人差し指になってるね。はい、これで同じように、そして A7 中指になってるね。はい、これで、ね、一つのコードに対してジャカジャンジャンジャジャというセットを当てていくとこうなります。ちょっとワンダーウォールっぽくなってきたでしょ。オアシスに限らずですけど、出だしだけちょっと音符を減らしてあげたりすることがありますね。音符を減らしてあげることによってちょっと曲の出だしに勢いがつくんですね。こうなります。音楽なので気分が高揚したり、なんか谷があったり山があったりってね、そういう起伏があるはずなので、ちょっと気持ちが乗ってきたらね、ジャンジャカジャカジャカとか、ストラミングの変化がつけられるようになってほしいので、これをしっかりやってください。今の流れで、ひとまずイントロと A メロがずっといけます。B メロだけちょっとトリッキーなのでちょっとついてきてください。ワン、ツー、スリー、C、D、E マイナー、C で D に行って E マイナーになるんですね。もう一回 C で D ってここが忙しいよ。G、D、E マイナー、G、A7 になって、ここが B メロ。その今の B メロを受けてサビがきます。C と E マイナーと G と E マイナーの繰り返し、ひたすら繰り返すだけなの。2、3、4で C、E マイナー、G、E マイナーで C、E マイナー、G、もう一回 E マイナーで C、E マイナー、G、E マイナー、もう一回 C、E マイナー、G、E マイナーみたいな感じでね。はい。出揃いましたんで、これで全部いけます。これ自信持ってやってください。で、白い丸も黒い丸も全部押さえた状態で弾けるようになったら、カクタス卒業して、普通のね、市販のカポタストを2フレットにつける。ね。で、そうすると、もしね、それこそクラシックピアノとかのスキルがある方々がオアシス大好きでね、あれ音符の並びちょっと違うんじゃないって気づいちゃったりした人がいたらね、
このビデオは挫折者を救うためのビデオなので、そういう人たちのためにアドバイスあんまり広げたくないんだけど、音符の並びを本当にオリジナルと一緒にしたいんだったら、小指と薬指を1弦と2弦にの3フレット、どっちも3フレット、こうくっつけてください。まあ、2カポやってですよ、このカポタストを 2フレットにつけた状態で、でもこういう話すると挫折者増えるんですよね。だから僕はあんまり言いたくない。いきなりね、ソロジャズギターをポロポロポロって弾けるぐらいまで目指せみたいなことは言いませんので、ざっくりね、コードを見てポロポロポロってこう弾けるぐらいまでにはなってほしいわけです。で、慣れるので、そこまで引き上げることを今やってるビデオなので、オリジナルと同じ音符の並びでやりたい人たちはいいですか？じゃあ一瞬だけ見せますんで、サブリミナル効果みたいな感じでポッと出しますんで、せーの。はい、ということです。ね、ということで、ビギナーの方々、今のところはね、何も見なかったことにして、自信を持ってこれまでのレクチャーをしっかりやっていただければ大丈夫。ということで、引き続きステイセーフで頑張りましょう。あまりこうね、このビデオはそれこそ挫折者を一人も出したくないということで撮ってるんで、あんまりこう小難しいことを言わないようにしようかなと思ってるんですけど、一つだけね、まあ、最後にね、この曲の興味深いところはやっぱここだなと思うんですけど、いずれ皆さんがね興味が触手が伸びてった時にトニックっていうね、言葉に出会うと思うんですね。皆さんが普段聴いてる、まあ、音楽はね、基本的にはそのトニックと言われるものに対してこう引力が働いてるんですね。でこの引力の性質が楽曲のそのなんかこうなんでしょうね、キャラクターをこういろいろこう決定づけて、そしてトニックというものにこう吸い寄せられてガツンと終わった感じがするんですね。でそれ以外にも最小単位でね、曲の中にもこう切り分けていくといくつもこうトニックっていうのがあって、やっぱトニックに対してのこの引力、この引力の性質が音楽のそのキャラクターを決めていくんです。そこのトニックに吸い寄せられていくこの感じを音楽として表現しているんだというふうにイメージするならば、ワンダーオールって曲はこのトニックが存在しないんですね。でトニックが存在しない曲っていうのはまあ割と変わったバンドですね。イタリアのプログレバンドとかですね。まあ日本人誰も知らないようなこうマニアックなバンドとかには割とトニックを避けて、背骨のない脊椎動物みたいなもんですね。わざわざトニックというものを排除して、マニアックな音楽を作るグループが、まあ、世界中にも割とそういるんですけど、基本的にはマニアックな人たちなはずなんですね。オアシスというね、世界的にもう最も売れたバンドの一つが、その代表曲の一つがなんとこの骨抜きのトニックなしの、トニックに向かわないずっと浮遊しているというこのものすごく不思議な楽曲で多くの人々を熱狂させているっていう、ここはねすごく興味深いなと思うんですね。ちょっとステイホームしんどいなと思ってね、気分を上げるような動画とかいっぱいね、ネットに上がってるでしょ、ね、そっちの方見てください。でどーっとこの深いところでね、ワンダーウォールというなんかとてもこうなんでしょう、内向的な曲をねこうしっかりこう弾けるようになって、しみじみこの内向的な曲に、心を打たれながらね、しみ入りながらパワーをつけていくというね、こっちのこう、まあ、音楽のいろんな振れ幅の中の一つとして、ぜひやってみてください。何名かの知人がビートルズ編を見てね連絡をくれて、画面が暗いと、まあ、つまり部屋が暗いというふうに言ってるんですね。でこれね暗くしてるんです。で理由があって、YouTube って結構文字がいろいろ入るでしょ、ね、文字が見づらいんですよね、明るかったり、まあ、中途半端になんかこう明るかったり暗かったりするとね、まあ、この辺ほら割と黒いスクリーンになってるから乗りやすいでしょ文字が。
なんか心配してくれる知人がいてね、こう、叶姉妹とかが使ってるライトアップのこう、なんかライト、ああいうの Amazon とかで買えるんですね。ああいうのとかを紹介してくれたりして、ありがたいんですけど、暗いままでいきますので、ありがとうございます。これちょっとね、ちらっと言っちゃっていいのかな。言っちゃっていいのかな。僕ね、言っちゃいけないのかもしれない。だけど、ちょっと言っちゃおうかな。バレーコードでくじけてしまった人たちを根こそぎ救いたいということで、あるものを開発中で、多分ね、今ね、検証中なんです。今っていうのは2020年の5月現在なんですけど、今検証中でいろんな方々に協力を得て、検証をやってます。非常にね、これは期待できる。どれだけ多くの挫折者を救うことができるか。この9割というね、本当にとんでもないこの挫折率をなんとかどこまで抑えられるのかっていうことをすごい期待してるので、頑張りますんで、皆さんもそれまでなんとかカクタスくっつけて指一本で、指一本に聞こえない曲たちを奏でながらしがみついておいてください。はい。ということで